夏、この厳しくも明るい季節は、私たち霊媒師にとって一番忙しい季節になります。あのビーチリゾートでの事件後も、多くの依頼が寄せられてきました。これは、そうした依頼の中の呪物についてのお話です。この依頼に対処すべく、私はあの人に手伝いをお願いすることにしました。ご無沙汰してます。急な呼び出しに応じていただき、ありがとうございます。実は、また心霊絡みのお仕事の手伝いを頼みたいのです。なあ、忍よ。小僧なんかに頼らなくても、俺がパパッと片付けるって言ってるじゃないか。ダメ。そんな大雑把なことしたら問題になるよ。そうですね。ただ除霊すればいいというものではないので、ある意味難しい依頼かもしれません。まずは、今回の依頼についてお話しします。昨日、私のもとを2人の女性が訪ねてきました。お二人の旦那さんは、いわゆる呪物コレクターです。呪物とは簡単に言うと、超自然的な力が宿った儀式などに用いられる人工物や自然物のことです。ただ、今回のお二人が集めているものは、邪悪な念を宿した呪いのアイテム、因縁物なんて呼ばれ方もしてますね。良きにつけ悪しきにつけ、そういう強烈な存在は人々を魅了してしまうものですから。ただ、所持する本人のみならず、周囲にも影響を及ぼしてしまうのが呪物の厄介なところです。実際、依頼人の方はご主人の呪物の影響で体に不調をきたしてしまっていました。しかし、呪物を手放すように頼んでも、集めている自分には何もないから気のせいだと聞く耳を持ってもらえなかったようです。それは彼らに霊感がないからでしょう。実際恐怖体験も依頼人が知る限りではないようですね。幸い今回はご家族の軽微な霊障で済みましたが、この先もし本当に危険な呪物を手に入れてしまったら、たとえ霊感がなくても身の安全はとても保証できません。依頼者ご本人の、そしてコレクター自身のためにも、収集した呪物を手放させてほしいというのが今回の依頼になります。コレクターのお二人は心霊現象の恐ろしさを知りません。ですので、今回彼らには初の恐怖体験をしていただきます。自発的に呪物を手放すよう仕向ける。毒を持って毒を制す作戦です。すみませんが、どうかお力を貸してください。小僧の手を借りるなんて癪だがな。せいぜい忍の役に立てよ。それから準備を整えた私は、依頼者を通じて2人のコレクターに招待状を渡しました。海辺の階段階への招待状を。いやー、夜風と潮騒がなんとも心地いい。まさに怪談日和ですな。まったくですね。このようなところで怪談会とは、さすが有名な霊媒師、実に分かってらっしゃる。お待たせいたしました。急な申し出にもかかわらず、お越しいただきありがとうございます。いえいえ、あの凄腕の霊媒師忍さんからのご招待、断る理由などあろうはずがありませんな。現役の霊媒師が語る怪談なんて、そうそう聞けるものではないですからね。私の方こそ、高名な呪物コレクターのお二方とお会いできて光栄です。前々から呪物についてお話しできればと思っていましたので。お
おお、やはり分かってらっしゃる。早速ですが、こちらいかがでしょう。先日手に入れた呪いの人形です。もう表情からしてまがまがしさが伝わってきますでしょ。いいもの見つけてきますね。でも私のこの写真もなかなかですよ。ほら、ここに女の顔が写ってますでしょ。やはりいいコレクターのもとにはいい品が集まるものですね。後でゆっくりと拝見させてください。ところで忍さん、そちらのドクロはもしかして呪物でしょうか。お目が高いですね。はい、このドクロは強欲で傲慢、凶暴かつ凶悪な霊媒師の魂が宿る恐ろしい呪物です。さすが忍さん、見事な品をお持ちだ。ちなみにそちらを譲っていただくことは。申し訳ありません。このようなものでも私にとっては大事な存在。いくら積まれてもこれだけは手放せないのです。そうですね。いや、レアな呪物を前にするとついコレクターの血が騒いでしまい申し訳ない。好きなものに熱くなるのは仕方ありませんよ。ちょうど場も温まったことですし、そろそろ始めましょうか。せっかく貴重な品をお持ちいただいたことですし、まずは人形にまつわる話を一つお聞かせしましょうか。おお、それは楽しみですな。これは A さんという男性の身に起こったお話。 A さんには B さんという恋人がいました。二人は深く愛し合い、将来を約束し合っていました。ですが、そんな二人を悲劇が襲います。 B さんが不慮の事故で命を落としてしまいました。なんと、それは悲しい。深い悲しみと絶望に陥る A さんですが、このまま悲しみ続けても彼女は浮かばれないと思い、ある考えを実行に移します。彼は形見分けとしてもらった B さんの遺髪と服を使って人形を作ることにしたのです。彼女は戻ってこない。それでも彼女の面影を感じられるものをそばに置くことで悲しみを和らげ、前へ進もうと考えたのです。 A さんはある有名な人形師に制作を依頼。出来上がった人形は彼女そっくりの素晴らしいものでした。人形の出来に大いに満足した A さん。自室に人形を置き、新たな生活が始まりました。彼女との日々が戻ってきたようだと喜ぶ A さん。しかし異変はすぐに訪れました。異変？部屋にいると背中に視線を感じるようになったのです。振り返るとそこには B さんの人形が。もしかしたら B さんが戻ってきたのでは。最初こそ嬉しく思った A さんでしたが、視線は日に日に強くなり、次第に喜びは気味の悪さに変わっていきました。さらに怪現象はそれで終わりはしません。 A さんは人形の髪の毛が不揃いなことに気づきました。そうです、明らかに人形の髪が伸びていたのです。さすがに恐怖を禁じ得ない A さんですが、人形は手元に残しました。人形とはいえ、二度も彼女と別れることはためらわれたのです。なんと優しい。でも A さんの身が心配ですね。しかしやはり怖さはあったのでしょう。人形は棚には飾らず箱の中にしまっておきました。人形と顔を合わせないことで心に落ち着きを取り戻した A さん。その生活にも
変化が生まれます。新たな女性と出会い、仲を深めていったのです。B さんに対する後ろめたさはありましたが、彼女の誠実な人柄や独り身の寂しさ、そして何より人形が醸す恐怖がそれに勝りました。そしてある時、A さんは女性を自宅に招待しました。女性と一緒に自宅へ入ろうと鍵を開け、ノブに手をかけた瞬間、ドンドンドン。おお、びっくりした。家の中から激しくドアが叩かれたのです。 A さんは一人暮らし、それに玄関には鍵がかかっていました。誰かがいるなんてことはありえませんでした。予想外の事態に女性は軽くパニックを起こしてしまいました。 A さんはあれは何かの偶然だと彼女をなだめます。脳裏にあの人形がドアに何度も体当たりをしている絵が浮かんでいることは黙ったままで、結局女性はそのまま帰ってしまい、一人残された A さんは恐る恐るドアを開け、悲鳴を飲み込みました。玄関にあの人形がうつぶせで落ちていました。人切れに動きでもしない限り、箱にしまわれた人形が玄関にあるわけがありません。間違いない。この人形には B さんが取り付いている。これ以上こんなものをそばに置きたくない。 A さんは人形を捨てようと触れた瞬間、思わず悲鳴を上げました。温かい無機質の人形からまるで人の体温のようなぬくもりが手に伝わりました。それでも意を決して持ち上げようとした瞬間、今度は異常な重さを感じました。大人一人分はありそうなその重さが B さんのそれと同じくらいだと気づき、思わず人形を落としてしまいました。落とした衝撃で人形の顔が A さんの方を向き直った瞬間、彼は絶叫しました。人形は歯をむき出しにして邪悪な笑顔を浮かべていた。以上、人形にまつわるお話でした。いやー、さすがですな。恐ろしい話でしたが引き込まれてしまいましたよ。忍さん、その人形というのはやはり。はい、 B さんの思念が宿った呪物でしょう。愛情、赤涼、嫉妬、宿った思念が何なのかは分かりませんが、いずれにせよ人の念はこれほどの呪物を生み出し得るということです。そして呪物の収集を続けるということは、このようなものにも行き当たる可能性があるということを、お二方とも夢夢忘れぬようお願いします。そうですな。覚悟しておきます。それではお次は、そうですね、せっかくなので写真にまつわるお話はどうでしょう。そうですね。よろしくお願いします。ある日、 S 君は古い友人の T 君に呼び出されました。久しぶりに会った T 君はひどくやつれ、顔色もよくありません。体を壊したのかと尋ねると、 T 君は力なく首を横に振り、こう言いました。心霊写真のせいだと。事態が飲み込めない S 君に T 君は一枚の写真を差し出しました。写真にはどこかの廃墟の前でにこやかに笑う T 君が写っていました。廃墟はいかにもな雰囲気で不気味でしたが、
別段霊などの怪しいものは映っていません。映ってはいませんが、写真としてはどこかおかしなものでした。被写体の T 君は画面の左端により、左腕を肩の高さまで上げた変なポーズをしていました。この写真さ、ある心霊スポットに行った時、俺を入れて5人で撮影したんだ。T 君はそう言いますが、どう見ても写っているのは T 君一人です。一人写真から消えていくんだ。写真から消えたやつはそのまま行方不明になっちまう。これに写ってたやつで残ってるのはもう俺だけだ。 S 君は全て合点がいきました。一人で写るには明らかにおかしい立ち位置やポーズも、隣に人が並び肩を組んでいたのなら説明がつきます。 T 君以外の人間が消えたことで違和感のあるおかしな写真になってしまったのです。なあ、俺もこのまま消えちまうのかな。震える声で尋ねる T 君。それが彼を見た最後の姿になりました。これはまた強烈なお話ですが、やはり T 君の友人はその写真のせいで。はい、呪物と化した写真の仕業と思われます。本人たちに何の落ち度がなくとも、時に怪異は理不尽に現れ、厄災を形として残します。呪物とはそれほどに恐ろしいものなのです。そう言われると我々は危険なものを集めているのかもしれませんね。なんだか背筋が冷たくなってきましたよ。いや、それにしてもちょっと寒すぎますな。なんだこれは。凍えてしまいそうだ。なんということでしょう。呪物の発する邪気と怪談が悪霊を呼び寄せてしまったみたいです。悪霊ですって。そんな、どうにかなりませんか。もちろんお二人のことは必ず守ります。ですが、何か問題でも？お二人の呪物と悪霊に因縁ができてしまいました。この場で呪物を破棄しても他の呪物に惹かれ、悪霊は何度でも現れます。呪物を持つ限り何度でも。呪物を、そんな。今度は何ですか？私の呪物が反応しています。来る海から悪霊が。あれは。ギャー！出たなんて強烈な霊気。お二人ともここは非常に危険です。私に任せて逃げてください。おお、助けママもう大丈夫そうですね。お疲れ様です。渾身の悪霊ぶりお見事でした。海藻を巻きつけたおかげで見た目も雰囲気も完璧ですね。お手伝いしてくれた霊の皆さんもありがとうございました。霊気のタイミング素晴らしかったです。しかしあいつら脅されたとはいえ、あんなに自慢してた呪物をあっさり置いて逃げやがったな。薄情なもんだぜ。仕方ないよお父さん。いくら呪物を集めるほどの怖いもの好きでも
実際に怖い思いをしたい人なんてまずいないもの。特にあの二人は霊感もなく霊体験もなかった。そんなところにあんな強烈な体験をしたらああなるのも当然だよ。それが狙いだったとはいえちょっとやりすぎたかな。家族に迷惑かけてたんだ。これでも優しい方だぜ。忍が気に病むことじゃないし、作戦がうまくいったことを喜びな。うん、そうだね。あとは二人ともちゃんと手放してくれればいいんだけど。それから数日の後、私はお礼と事後報告のためあの人と会うことになりました。先日はお手伝いありがとうございました。あの後依頼者から連絡があり、お二人とも呪物を手放してしっかりと謝罪されたようです。海での作戦はうまくいきましたけど、重要なのはその後だったので、これで一安心です。まあうまくいったけどよ、余計な手間と時間はかかっちまったよな。俺に任せりゃ一瞬で片がついたのによ。言ったでしょ、危険な呪物といえど大事なものを勝手に処分したら家族の仲が悪くなるから自発的に手放すようにしたいって。ただでさえ心霊関係は暗くなりがちな仕事だから後味の悪い真似はしたくないんだよ。やれやれ、こっちは依頼を遂行すればいいだけ。後のことなんかどうでもいいのにさ。本当に忍はお優しいよな。またそんな言い方。お父さんも私が手放したくならないように気をつけてね。ということは俺はまだ忍に愛されてるってことか。そういえばこの前も大事な存在だから手放さないって言ってたもんな。ひゃー、お父さん感激、愛してるぜ忍。まあ忍が手放しても俺は戻ってくるけどな。お父さん、そういうところだよ。はい、あのまま収集を続ければ悪気はなくとも彼らの周囲の人たちを苦しめてしまうことになっていたでしょう。それは彼らにとっても不幸の種にしかなりません。いくら霊感がないと言っても本当に危険な呪物を手に入れた場合、容赦なく本人や家族に危害が及んでしまうから早めに対処したかったのです。いやいや、忍さんではありませんか。いや、先日は逃げてしまい申し訳ありませんでしたな。まさか本当にあんな恐ろしい目に遭うとは。もう呪物はこりごりですよ。いえ、お二人ともご無事で何よりです。ということはもう呪物は集めないのですね。あのような恐ろしいものを集めていたのかと思うと自分が恐ろしいですよ。家族を辛い目に遭わせてしまいましたからね。なので今度は迷惑のかからないコレクションを始めました。え？あの世以来私たちはすっかり怪談の魅力にはまってしまいましてな。本を買い漁ったり体験談を持つ人に聞きに行ったりしているのですよ。ここであったのも何かの縁。ぜひ我々に怪談をお聞かせください。さあ。やはり人間そう簡単には変われない。業の深さを思い知る、そんな体験でした。
てヒラヒラした水着のせいか、幽霊が集まってきてしまいます。仲間と思われてるのでしょうか。魅力的だから集まる。なら嬉しいです。スイカ割りに水辺の生き物観察、砂遊びにビーチバレー。夏の海はやることが多くて迷ってしまいます。海に来たらまずはこう叫ぶ？海だ。人々が楽しくにぎわうこの季節。しかしこの明るさの裏で多くの怪異がうごめく季節でもあります。霊媒師とはそうしたものから人々の安全と心の安寧を守る誇り高い仕事だと思っています。あなたがその思いに共感し、手を差し伸べてくれるなら、こんなに心強いことはありません。さあ、一緒に健やかなる夏を守りましょう。前回もお話しした通り、夏は霊媒師にとっての書き入れ時。ひっきりなしに舞い込む依頼の中で印象的なものをお話ししましょう。それは一人の男性が訪ねてきたことに端を発します。あんたが忍さんか？凄腕って言われてる凄腕かどうかは判断しかねますが、忍は私です。随分と顔色が悪いようですが、一体どうされましたか？俺のことはいいんだ。それより友達を探してくれ。頼む。あんただけが頼りなんだ。落ち着いてください。大丈夫。門前払いするような真似はしませんから。すまない。順に話すよ。俺と友達は先日まである海の家でバイトしてたんだ。そこは店長は見た目こそおっかないけど感じのいい人で、店の雰囲気も明るくて結構楽しく働いてたんだよ。でも一つだけ店長に厳しく言われてることがあった。店の裏の森には絶対に行かないようにってさ。その森はどんなところなのですか？なんでも入ったら出られないって噂の心霊スポットらしい。危ないから行くなって話なのかと思ったんだがな。俺たちはそこに店長が食事を持って入ってくのを見ちまったんだ。食事を持って、それは少し妙ですね。だろ？だから友達が興味持っちまってさ、店長の目を盗んで夜中一人で森に入ったみたいなんだ。みたいとは？翌日あいつは店に来なかった。今も消息不明だ。俺は森で何かあったんじゃないかって思ってる。もしかしたら店長は何か知ってるかもしれない。でもとてもじゃないけど怖くて聞けなかった。証拠はないけど、あの森には何か恐ろしい秘密があるんじゃないかって。だから霊媒師のあなたに相談したんだ。頼む、
あいつをどうか。わかりました。調査の後、しかるべき対応をさせていただきます。ありがとう。どうかあいつのことを助けてやってくれ。おいおい、いいのか忍。安請け合いしちまってよ。一コア系なら俺たちの出る幕じゃないぞ。それは調査しなきゃわからないよ。例の森は確か有名な心霊スポットだったはずだから。でもどうやって探す気だ？そんな森をあてもなく捜索なんて、下手したらこっちが迷っちまうぞ。さすがにそんなことはしないよ。できればもう少し情報も欲しいし、こうなったら。おい忍、まさか嫌だぞ。嫌だからな俺は。本日よりこちらでお世話になる忍です。接客業は不慣れですが、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくね。ちょうど人手が足りなかったから、君たちみたいにいい子が来てくれて助かるよ。わからないことがあったら何でも聞いて、僕や他のスタッフがしっかりフォローするからさ、気軽にやってよ。ああ、でも店の裏の森には絶対に入らないで。これだけは必ず守ってほしい。必ずだ。わかりました。よし、それじゃ開店準備に取り掛かろうか。今日も忙しくなるぞ。ええ、あの感じから察するに何か隠しているようですね。それより俺はまた小僧の手を借りるのが腹立たしいぜ。ああ、いまいましいったらありゃしない。すみません。父の言うことは聞き流してください。でもあなたに頼りきりなのは否定できませんね。そう言っていただけると助かります。それでは仕事をしながら情報を集めていきましょう。店長に怪しまれないよう、表向きはちゃんと仕事に励むことも忘れないようにお願いします。お待たせしました。シーフードカレーと焼きそばです。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。3名様ですね。こちらの席にお願いします。オーダー入ります。ラーメン2つにかき氷、いちごとメロンでお願いします。なあなあ、君と一緒に来た彼女なかなかいいじゃん。ちょっとおとなしめだけど丁寧で落ち着いた接客。本当にこの仕事初めてなのかね。何？詳しいじゃん。もしかして君の恋人？安心しな。俺彼女いるから取ったりしないからさ。やっぱ気になる？あの温和な店長が森のことになると急に厳しくなるからな。ま、最近もバイトが森に入って消えたって噂もあるしな。ピリピリするのもわかるよ。でも悪いな、俺も詳しいことは知らないんだ。おーい、立ち話してないで君たちも働いてよ。やっべ、仕事。店の営業が終わった後、私とあの人はこっそりと森の前に合流しました。お疲れ様です。どうにか無事に初日を終えられました。こういう仕事は初めてだったのですが、結構楽しいものですね。霊媒師に相談するお客さんは基本皆さん深刻なので、気軽で明るいやりとりはとても新鮮でした。もちろん情報収集もちゃんとやりましたよ。もっとも
心霊スポットだという噂以上のことは聞けませんでしたが、やはり簡単にはいきませんね。でも確かなことは一つ、この森は何かあります。森の中から外にまで強い霊気が溢れてきています。少なくとも無責任な噂だけの心霊スポットでないことは確かです。君たち、ここで何をしてるんだい？店長、お疲れ様です。まさか二人とも森に入ってやしないよね？もちろん、森の中から何か音が聞こえたので気になって見に来たのです。さあ、きっと獣か何かだね。さあ、今日はもう帰るといいよ。初日で疲れたよね。僕は仕込みがあるから残るけどね。わかりました。それでは失礼します。あの野郎、きっと忍が森に入らないよう見張るつもりだぜ。どうする？あいつの目を盗んでいくのは難しそうだぞ。もういっそぶちのめして口を割らせちまうかなあ。確証もないのにできるわけないでしょ。急ぎたいのは山々だけど、店長の心象を悪くして動きづらくなるのは避けたいから、今日のところはこれで引き上げですね。明日以降様子を見て行動しましょう。しかし昼間は店の仕事に追われ、そして閉店後も残る店長の目をかいくぐり調査するのは難しく、進展がないまま2日が経過してしまいました。ナナ、今日の夜裏の森に行かないか？実は俺も前々から気になってたんだよ、あの森。店長、今日は仕入れで夜は店を開けるんだ。だから行くなら今日がチャンスだぜ。あ、でも忍ちゃんには内緒にしてくれよ。店長不在とはいえ目立たないに越したことはないからな。いいねいいね、真面目そうに見えて結構ノリいいじゃん。それじゃあ仕事終わったら森の入り口に集合な。くれぐれも他の人に見つからないようにな。小僧のやつ、森に入るようだな。いいじゃねえか。小僧と店の男なら何かあっても全く問題ないしな。せいぜい忍の役に立ってから死にやがれ。あの人はまだかな。もう片付けは終わってると思うんだけど。ああ、忍、小僧なら先に帰ったぞ。なんか用があるとか言ってたな。俺たちも帰ろうぜ。そうなの？わかった。そして翌日、出勤した私に店長が恐ろしい事実を告げたのです。そんな、あの人が来てないって本当ですか？もう一人のバイトの子も来てないんだ。ああ、どうしてこんなことに。お父さん、昨日あの人が先に帰ったって、それ本当なの？そうだったような、そうじゃないような。お父さんのあの様子、きっと森に入ったんだ。あの人のことだから調査を進めようとしてくれたはず。私のせいだ。私が巻き込んだせいでこんなことに。何もできなかった自分に怒りを覚えるよ。忍、あまり自分を責めるな。小僧が勝手にやったことだし、一番悪いのは失踪事件の犯人だろう。犯人？そうだね。まだ手遅れと決まったわけじゃない。この怒りの矛先は
元凶にぶつけることにしよう。店長、教えてください。あの森には何があるんですか？知らない。僕は何も知らないよ。そんなはずはありません。あなたが森の中に食事を持っていくのを見た人がいるんですよ。人の命がかかってるのです。どうか正直に答えてください。知らない。僕は何もしてない。関係ないんだ。だから勘弁してくれ。わかりました。店長は何もしていないということですね。それだけ聞ければ十分です。ちょっと忍ちゃん、まさか森に行くつもりじゃ。ダメだよ。あの森は忍ちゃん。うわあ、忍のやつ相当怒ってるな。ああなったらもう俺でも止められないぞ。おいおい、足元はデコボコだわ。昼間なのに暗くて道が見づらいわ。予想よりずっと厄介な森だな。夜に入ろうもんならマジで出られないかもしれないぜ。忍、転んだり迷子にならないよう気をつけてって聞いてる？そんなこと気にしてる暇はないし、強い霊気をたどれば問題ないよ。早く行かなきゃ、あの人のもとへ。そして元凶に罰を。ひえ、ドキがビリビリと伝わってくるぞ。元凶ってやつご愁傷様だぜ。それからほどなくして私たちは森の中に粗末な小屋を発見しました。中からは場所に似つかわしくないほどの強い霊気が漏れ出ていました。忍、絶対ここだぞ。何がいるのかわからないから慎重に。ってそんなあっさり開けるんじゃない。ひどい匂い。部屋中ゴミだらけ。あ、人が倒れてる。あれは小僧だな。他にも2人いるな。店のバイトと知らない野郎。きっと依頼の男だぜ。よかった。3人とも生きてる。でも全員縛られてるし、頭に怪我も。犯人がいるってことだね。落ち着くんだ。こんなとこで暴れたら小僧たちも危ないぞ。分かってる。分かってるよ、お父さん。冷静に、そして速やかに見つけて叱るべき処置をするから。その結果、この世に地獄が展開されてしまうかもしれないけど。静かなのがかえって怖い。待ってくれ。全部白状するから命だけはどうか。あなたは？俺はここに潜伏してるしがない盗賊だ。盗賊？そう、あなたがこの人たちを。違う、俺じゃない。ほら、俺もこの通り怪我人だ。男3人も倒せやしないって。ならなんでこんなことになっているのですか？嘘や言い逃れはご自身のためになりませんよ。ちゃんと話すから、そんなに凄まないでくれ。俺は魔道具を盗んで逃走中、怪我をしてここに隠れ住んでたんだ。食料は近くの海の家の店長を脅して運ばせてた。それじゃあ店長が森に入ったのはそのためということですか？ああ、ついでに店長には森に誰も近づけるなって言っといたんだが、何日か前にそこで倒れてる男が森に入ってきやがった。
それで口封じに襲ったのですか？違う。それに関しちゃ俺は無実だ。その時ちょうど俺は外で一服してたんだ。そしたらそいつ俺を見て幽霊だと思ったみたいでな。慌てて逃げようとしてつまずいて頭を打って気絶したんだ。確かに足元は悪いし視界も効かない夜ならそれもありえますが、ではどうして店長に言わなかったのですか？顔を見られたと思ったからだよ。でも口封じしようと思ってもいざとなったらできなくて、かといって目を覚まして逃げられてもまずいと思って縛って放置してたんだ。それからこれ以上厄介事が起こらないよう店長に絶対人を近づけるなって強く言っといたんだが、今度はこちらのお二人が入ってきたと。ああ、そして全く同じ展開が繰り返されたよ。でまた縛って途方に暮れてたら今度は殺意ゴリッゴリの鬼みたいな女が来るじゃねえか。なんだよこれ、夏の夜の悪夢かよ。これで全部だ。盗みと脅迫、拘束は俺の仕業だが、こいつらに危害は何一つ加えちゃいねえ。なのにこいつら揃いも揃ってなんで目覚ませないんだ。そこまでの怪我じゃないだろうに。それはおそらくあなたが盗んだ魔道具が原因だと思います。え、あれが？あくまで推測ですが、バイトでの疲労と転倒でのダメージで弱った体に魔道具の強い霊気を受けて軽い昏睡状態に陥ったのではないかと。よかった。大丈夫ですか？痛みはありませんか？吐き気やその他何かしらの異常は？あれ、忍ちゃん？この人たち誰？いや、あれ、なんで俺縛られてるの？っていうかここどこ？ここは店の裏の森ですよ。森。そういえば一人で肝試しに入ったような気が。そうだ、バイト遅れちまう。今何時だ？俺たちも森に入ろうとは言ったけど、入ってからは全然記憶がないな。きっと頭を打ったショックで記憶が曖昧になっちまったんだろうな。入ったら出られないという噂も、おそらく過去にも今回みたいに転倒し不幸な事故になってしまった結果なのかもしれませんね。禁止されてたことやった罰だ。森の肥やしにならなかっただけありがたく思うことだな。なんだよ、だったらおとなしく店長に引き渡しゃよかったぜ。無駄にストレスばっかたまるし、とことんついてねえや。その後盗賊はナイトメアに引き渡され、お店の方たちは念のため病院へと向かいました。犯人の自白により謎の失踪事件は解決しました。真相は極めてシンプルでしたが、思い込みや軽率な行動が事件を無駄に複雑化させてしまっていました。結果的に皆さん無事でよかったけど、実際に犯罪者が潜んでいたとはいえ、一人で大騒ぎしてしまって恥ずかしい限りです。そう言ってもらえると少しだけ救われた気がします。結局心霊は関係ありませんでしたし、いろいろ考えさせられる事件でした。後に父はこの時のことをこう振り返りました。アホどものせいで無駄に面倒な事件だったけどよ、結局忍一人で肩がついちまったな。
霊媒師があまりこういうことを言いたくはないけどよ、結局一番怖かったのは忍だったな。我が娘ながら恐ろしいぜ。いろいろなバイトをしていると、その仕事の怖い話を聞いたりしませんか？もし知っていたら聞かせてください。お礼にとっておきの怪談を披露しますので。それは夏の盛りのこと。世間の熱気とは対照的に、私は寒気を催すような心霊絡みの依頼をいくつも受けていました。霊媒師としては当然のこと。特に不満などはありません。なので、夏を楽しむという行為は半ば諦めていました。そんな時、あの人が私にある誘いを持ちかけてきたのです。ミステリーツアー。それって確か行き先がわからないまま出発するツアーのことですよね。それを私とですか？色気づきやがってこのガキが。もっともらしいこと言って忍にすり寄ろうって魂胆だろうが、痛い目見ないうちにとっとと薄る。ピッピッピ。もうそんなわけないでしょ。私への気遣いをそんな風に言わないで。ごめんなさい、父はああ言ってますが、すごく嬉しいです。ぜひ参加させてください。どこへ行くかわからないなんてすごく面白そうです。夜出発みたいですね。なら夜景や星空が綺麗なところでしょうか。水着での参加も OK。 恥ずかしいけど、水着ならこの人の気をちょっとは引けるかな。それで綺麗な星空でも見れたらいい雰囲気になったりして今から楽しみになってきたな。この時の私はそのように浮かれた気持ちになっていました。それがまさかあのような事件に遭遇するとはつゆ知らずに。皆さん到着しました。こちらが本ツアーの目的地。かつて島民全員が謎の死を遂げた最強心霊スポット、通称資料島です。すごい。これは雰囲気あるね、ダーリン。ああ、やばい空気がビンビン伝わるよ、ハニー。そういえば昔はよく二人で心霊スポット行ったの。ばあさん、怖がってわしに抱きついてきたっけな。もう昔のことじゃありませんか。そういうおじいさんこそ毎回すごい悲鳴あげてましたよ。おい、ここって心霊スポットみたいですね。やらかしたな小僧。よりによって心霊スポットとは笑えるぜ。忍、とっとと帰るぞ。仕事でもないのにこんなとこいられるか。
いいんですよ。予想とは違いましたが、こういうのもミステリーツアーの醍醐味ではないでしょうか。それに大きな声では言えませんが、ここに心霊的なものはありませんよ。仕事柄危険な心霊スポットはチェックしています。この島は開始事件どころか特に何の言われもない名前だけのスポットです。まあ自然豊かで涼しいですし、散歩にはちょうどいいので、せっかくですから夜の無人島散策を楽しみましょう。しのぶ。まずは海岸を巡っていきましょう。こちらは潮の流れの関係で頻繁にご遺体が流れ着くと言われています。そのため海岸を歩いていると足をつかまれる、うめき声が聞こえるといった心霊現象がたびたび聞かれます。怖いな。ダーリン、絶対に離れないでよ。もちろんだよハニー。うわなんちゃってただのジョークさ。もうバカバカ、知らないんだから。続いてのスポットはこちら。かつての住人の墓地です。忘れ去られた住人たちの怨念がさまよう恐ろしい場所です。嫌だわ。お墓に来るとなんだか呼ばれてる気がしちゃうわね。まだまだばあさんを向こうになんぞ行かせんよ。たとえ魔の手が伸びようともわしが守ってやるぞい。おじいさん、離さないでくださいね。どうしよう。夜の闇は慣れっこだし、偽の心霊スポットを怖がる道理がないよ。皆さんみたいに何も知らずに怖がれればきっと素直に楽しめるのに、ああやって自然に抱きついたりできてちょっと羨ましいな。いけない。つまらなそうにしてたらまた気を使わせてしまう。よーし。きゃー、どこからともなく物音が。怖いです。しのぶ、何言ってるの？音なんてしないぞ。今度は首筋を何かが触っていきました。助けて。ないよ。何にもないよ。すごく怖いので、このままくっついててもいいですか？いらんいらん。お前の10万倍は強いからな、しのぶは。だからしのぶ、小僧から離れて。しのぶ、しのぶ。ちょっとわざとらしかったかな。でもなんだか楽しくなってきたかも。もうしばらくこのままでいさせてほしいな。皆さん、こちらがこの島の一番の恐怖スポット、魔の森になります。多くの霊がうごめく危険な場所です。くれぐれも道を外れたりなどはしないでくださいね。おお、これはまた不気味な森だな。大丈夫かいハニー？怖いけどダーリンがいれば平気だよ。大丈夫です。ここも雰囲気だけのただの森。楽しんでいきましょう。あれ？ダ
にちょっと寒くない？そうだね。森に入って涼しくなったからかな。あ？こんなのちょっと前にもあったよな。うん。これは自然の涼しさじゃない。これは本物の霊気だよ。でも霊のいないこの島でどうして。おお、今向こうに何か見えたぞ。嫌ですよ、おじいさん。脅かすのはやめてください。皆さん、どうか落ち着いて。パニックになったら危険です。はい。間違いなく幽霊がいます。しかもこちらに敵意を向けていて、かなり危険な状況です。厄介だな。俺と忍、ついでに小僧だけならどうとでもなるが、他に参加者がいるから迂闊なことはできないぞ。うん。霊障は避けられても、本当に霊がいると知ったらパニックで怪我する危険性もある。すみません。せっかくのツアーで申し訳ないですが、手を貸してもらえませんか？皆さんにはあくまで心霊スポット探索を楽しんでもらい、ちょっと怖いけど楽しかった思い出を胸に無事帰っていただきます。大丈夫ですよ。これは鳥の声です。鳥の？本当に？はい。幽霊ズクという鳥で、まるで幽霊のうめき声のように鳴くことからそう名付けられたんです。屋外での霊の声と言われるもののほとんどがこの鳥の声ですね。なんだ、びっくりした。世の中には面白い生き物がいるのね。さすが忍、はったりでうまく切り抜けたな。まだです。今度は背後から悪霊が迫ってきます。すみませんが、皆さんの気を引いてもらえますか？本当に？おお、あれか。確かにお店で見たことあるよ。待ちなされワコートよ。確かに高級キノコに似ているが、よく似た毒キノコの可能性もあるぞ。そうね、素人判断で取るのは良くないわ。みんながあの人に注目してる。今だよ、お父さん。小僧に花を持たせるのは尺だが仕方ない。消し飛べ、雑魚どもが。すみません。あのキノコって毒ありますか？すみません。キノコは専門外で。こうして私たちは他の参加者に気づかれないよう迫り来る霊たちを密かに対処していき、大きな混乱もなくツアーを終えることができました。お疲れ様でした。本日のツアーはこれで終了です。お気をつけてお帰りください。一つ質問いいでしょうか？あなたが皆さんに霊をけしかけていたんですね。すみません。何のことでしょうか？ツアーの最中、私たちは何度も幽霊の襲撃を受けました。この島は
心霊スポットとは名ばかりの普通の島。人を襲うような幽霊などいるはずがありません。つまり霊を仕掛け襲わせた人間が必ずいるということです。はあ、ですがあなたの言うことが本当だとして、それがなぜ私の仕業になるのでしょうか。こういうことは言いたくないのですが、本日の参加者にだってそれは可能ではないでしょうか。それは不可能です。なぜならこれはミステリーツアー。行き先がわからない参加者が島に霊を仕掛けることはできません。つまりツアーの関係者の仕業となるのです。言いがかりはやめてください。そもそも私には霊感なんてないんですよ。霊を仕掛けるなんてそんなの無理。ご苦労様お父さん。作戦は成功だよ。たたやれやれ、お父さん使いの荒い娘だ。霊感がないあなたが背後から忍び寄る父の存在にどうして気づけたのですか？それは。そもそもあなた、ツアー中もずっと霊のいる方を目で追っていましたよ。よりによって同業者が参加してるなんてね。ついてないわ、本当。同業者ということは。そう、私も霊媒師よ。私は島の持ち主にここを本物の霊が出る心霊スポットとして売り出したいって依頼されたのよ。島を心霊スポットに。そう。それで霊を仕掛けてツアーの参加者を適度に襲わせて、本物の心霊スポットとしての箔をつけるのが私の役目。もちろん怪我したりしないようそこは私が調整するけどね。いずれは霊媒師と巡る本物の心霊スポットツアーとして売り出すから、今日はそのお試しだったってわけ。人のこと言えた義理じゃねえけどよ、ろくでもねえやつってのは存外いるもんだな。まああんたに邪魔されて手持ちの霊を失ったのは誤算だけど、代わりにいい人材を見つけたわ。どう？私たちと組んで人儲けしない？あんたみたいな可愛い子と回れるってだけで客なんかいくらでも来るわよ。幽霊で金儲け？ふざけないでください。心霊スポットとは悲しい過去の出来事の結果、その地に縛られてしまった霊の居場所、人の手で作り出すなどあってはならないです。そもそもそういう場所を軽々しく訪れること自体間違っていると思います。真面目だね。手を組まないって言うなら、あんたに自爆霊になってもらおうかな。彼らは島の所有者の用心棒よ。あんたらみたいに途中で企みに気づいたやつを黙らせるために控えてたんだけど、まさか早速出番が来るとはね。黙ってりゃ無事に町に帰れたものを。間抜けだね。お、なんてわかりやすい悪役ムーブ。おい姉ちゃん知ってるか？これって負けフラグって言うんだぜ。どこまでも救いがたい人ですね。ありがとうございます。でも大丈夫です。あなたの力を使うまでもありません。この方たちは幽霊だの心霊スポットだの
怖いものがお好きみたいなので、本当の恐怖というものをお見せしましょう。なら俺も久々に人暴れさせてもらおうかなあ。あれ、もしかしてやばいのって私たち？で、こいつらどうする？忍。放っておこう。これだけ怖い目に遭えば二度と不埒なことはできないだろうし。先ほども言いましたが、心霊スポットに軽々しく行くのは反対です。実際凄惨な過去があったり、悪霊の巣窟みたいな危険な場所もありますから。ただ、適切な場所選びと節度を持った行動を心がけるのであれば、そこまで厳しいことは言いませんよ。肝試しは夏の風物詩ですからね。どんな時も霊に対して恐れと敬意は忘れずにいてくれればいいと思います。もしそのような場所に行くつもりでしたら、どうか私をお呼びください。特別なご案内して差し上げますから。私は霊媒師や占いに特化しているので、様々な職場で活躍されるあなたには承継の念を抱いて、要するにかっこいいなって思ってます。今度一緒に海に行きませんか？いえ、仕事ではなく遊びにです。なんだか私も夏を満喫したくなってしまいました。今年の夏も多くの人たちからの依頼を受け、怪異に悩む人を救い、霊媒師としての役目を全うできたと自負しています。でも今年はいつもとは少しだけ違いました。仕事に追われるだけだった夏がなんだか楽しく思えたんです。それは間違いなくあなたのおかげです。ですので、夏の終わりまで私を楽しませてください。こんな大胆なことが言えるのも夏のせいですね。図らずもツアーに隠された陰謀を阻止した私たちは帰路へ着こうとしていました。そこで私たちは不思議な体験をすることになるのです。やれやれ、
休暇のはずがとんでもない目に遭っちまったな。これも小僧が適当に決めたせいだ。死んで詫びやがれ。やめてお父さん。悪いのは全部ツアコンたちなんだから。それに少しの間だけでもデートみたいなことできたから、そんなに悪い気はしないかな。大丈夫、なんでもないです。あ、見てください。沖の方で何か光ってますよ。夜光虫でしょうか。でも夜光虫はあんな光り方はしない。あ、光がどんどん強くなって。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。お久しぶりです。今年の夏も暑さが厳しいですが、お体を壊したりしませんでしたか？実は少々、夏休みで全国から占いのお客さんがたくさん訪れて、毎日忙しかったので、残念ながら今日も仕事を終えて帰るところなんです。もっとも夏のレジャーにそれほど興味がないのでいいのですが、でもせっかくの夏休みを仕事に費やすばかりで、楽しめていないのはちょっと寂しいですけど、嬉しいお誘い感謝します。でも明日以降も予約が詰まっているので、ちょっと難しいですね。今から？でもこんな時間からではどこにも行けないのでは？いいところがある。そうなんですね。わかりました。行きましょう。父がこんな時間からどこへ連れ込む気だ、許せん、殺すと言っていますが、気にしないでください。ここってあなたの通う学校ですよね。もしかしてここへ？確かによその学校に入る機会なんてめったにないですが。ちょっと待って、置いていかないでください。部活の練習中ですね。私は部活に入っていないので、こういう光景は少し新鮮に見えます。夏の夕暮れ時に目標に向かってひたむきに汗を流す高校生の青春って感じがして、ちょっと見とれてしまいます。次は校内を案内する？本当に入るんですか？部外者の私と一緒にいるのを見つかったら
あなたまで怒られてしまうのでは。でもそのドキドキ感も含めて冒険ですよね。先ほどから父が「やめろ、引き返せ」と騒いでいますが、ここまで来たのなら最後までお付き合いします。夕暮れ時の人気のない廊下、結構雰囲気ありますね。まるでホラー映画の一場面みたいです。日頃から心霊慣れしていても少しドキドキしてしまいます。もしかしたらこの人と二人っきりという状況がドキドキさせるのかな。何気ない景色も隣にいる人次第でこんなにも変わるんだ。どちらにしても結構楽しいよ。ここがあなたのクラスの教室。もしあなたと同じクラスで席も隣同士だったらこんな想像するなんて、私も存外女学生らしいな。何か音が聞こえませんか？これって足音。はい。言ったみたいですね。凶悪な霊と対峙している時より緊張しました。思った以上の大冒険ですね。あれは浮遊霊。だいぶ存在が希薄になってる。もう何の思念も感じない、たださまようだけの無害な存在。思い返してみると、夏休みの間中ただひたすら仕事に忙殺され、何もできなかった私もまた半ば幽霊みたいなものだったな。なんだか久しぶりに人並みの女学生に戻った気がする。この人には感謝しないと。せっかくだし、この楽しくも少しだけ怖い冒険の最後は私らしいやり方で思いを伝えたいな。いえ、何でもありません。もしよろしければ屋上行ってみたいのですが。夕日綺麗ですね。ゾッとするほどの赤と黒い影が満たすこの時間を黄昏時と言います。隣にいる人の顔もわからない黄昏時ならば、今あなたの隣にいるのは本当に神木忍でしょうか。黄昏時は大魔が時とも呼ばれます。魔の者に会うというこの時間、もしかしたら私は幽霊かもしれませんよ。冗談です。私は正真正銘神木忍です。もっとも幽霊になりかけていたのは本当ですが。いえ、何も。ただあなたは霊に浸かりやすい体質。黄昏時に限らずどこかで恐ろしい怪異と遭遇するかもしれません。でもその時は私が全力でお守りします。必ずです。それが私らしさを取り戻してくれたあなたへの恩返しになるから、わからなくていいんです。さあ、そろそろ出ましょうか。閉じ込められでもしたら父がまたうるさいので。青春
いい青春じゃない。こういうのもっとちょうだい。あんた普段はくっそにぶちんだけど、時々こういうファインプレー見せるから目が離せないのよね。おかげで忍も助けられたしね。あの子はその異能ゆえに人とは半歩ずれてるようなとこがあって、ちょっと危うい感じもあるのよね。そんな忍をこちら側につなぎ止めるのがあんたという存在よ。忍はあんたを守るって決めているけど、あんたたちは互いに守られる中でいなさい。それが二人の幸福でもあるからね。それじゃあ今日はここまで。バイバーイ。あれ、すみません。ちょっと眠ってしまいました。この夏の疲れが出たのでしょうか。でも夢の中で楽しい夏のひとときを過ごしていたような気がします。真っ赤な夕日が印象的な、そんな夢。残念ながら日はとっくに沈んでいますが、見てください。星が綺麗ですよ。トラブルはありましたけど、あなたとこうして星空を見られたなら、それはもういい思い出です。でも私ちょっと欲が出てしまいました。これではまだ足りないって。夏はまだまだこれからです。だからもっと私と一緒に思い出を作ってくれませんか？思い出すのも大変なくらいいっぱいの思い出を。不思議なくらい自然に私はそう口にしていたのでした。